皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。始めますよ。今回のガクトの部屋、ゼータブロストーク。いいね、ガクトの部屋。今回も素敵なゲストがね、来てるけど、まだまだステイだと。まだまだね、もうちょっとこのシルエットなんちゅうっていう話よね。このシルエット、そう、カメックス、言っちゃうと。カメックスか、クッパなどと呼ばれてるキャラクターの二択かなって思うんだけど。さ、あれ、だって後ろのなんか細いやつ、これ大砲じゃねえのカメックスの。カメックス大砲っていう見方もある。あれなんか、ポケモンユナイトで今、なんかバグがすごいから禁止キャラになってるらしい。そんなキャラいるんだ。カメックスと会話できる。いや、カメックスそのものが来たら会話はできない。多分通じないと思うから、日本語が。ユナイトのあのプレイヤー、もしかして。ユナイトのプレイヤー、ここで来んの？カメックスっておっしゃってましたから。そうなんかなって思っちゃったけど。あまりにも方向転換しすぎじゃないか。確かにガクトの部屋、これね、スマブラだけ呼ぶなんて言ってないからね。言ってないけど、それ呼ぶときはだいぶ煮詰まったときだろう。だいぶ結構やってきたな、ここで変化球入れてみるかってときだから。いきなり変化球入れまだガクトの部屋2回目なんですけど。まだ入れない。さすがのガクトでまだ入れないか。今回はね、そうスマブラプレイヤーですから。このね、右下の方に、そう、シルエットの方もございまして、カウボーイビバップのスパイク、こんなね、髪でしたねっていうのはありますけど、わかんない。わかんない。スパイクわかんない。いいんじゃん、山寺宏一の、もう、これ、いや、世代じゃねえな、別に1個しか違わない。そうだ。俺が知らないだけかも。いや、コメント欄に聞こう。いいね、ゲストそわそわしてるよ。そう、ゲストの今カメラを見てますけど、そわそわしてます。緊張してるってさっきからずっと言ってて、緊張しないでもって思ったんですけど、緊張しいな方らしいですね。そうですね。そしてですね、今回なんとガクトの部屋、一室なんですけど、なんとですね、おもらしがありました。なんともう出ますと、なんとですね、ゲストの方がなんかやってたのかな、放送さっきまでなんか出ますよと。なんかちょっとおもらしをもしかしたらこの配信の URL まで貼って、なんとおもらしをしてしまったというタレコミが前代未聞ですよ。2回目でマジこれ説教をしたいなとこらと言うんじゃないよと確かに言うなとは言ってなかったなっていう。確かに言うなと言ってない、僕にも責任はあるが、我々の責任かも。もしかしたら頑張ってシルエットで隠したのに、こらちょっとそこをね、追求していきたいなと思います、深く。確かに。イーサも言ってた？イーサも言ってたの？イーサも言ってたの？じゃあ全員漏らしてるわ。イーサも言ってたんだ。情報が漏洩しまくりなんだな。ゲストの人、そろそろじゃあお願いいたしますか。それでは、今回のゲストの方発表いたします。どうも CJ e スポーツヘローさんです。こんにちは、ヘロさん。こんにちは、こんにちは、ヘロさん。こんにちは。ヘロです。ちょっとヘロさん、まずこれね、始める前に言いたいんですけど、ヘロさんおもらししちゃってましたよね、さっき。ちょっと言っちゃいましたね、配信で。今コメント欄ヘロさんなのって今サプライズされてるのに。そう、僕たちはサプライズ性持たせていって、すごいシルエットとか頑張って用意したのにおもらししましたよね。はい。こらしました。言っちゃいました。言っちゃいました。前代未聞の。ヘロさんだったのってほらなってるよ。やっぱわかりませんでした。まだわかんなかったっぽい。よかった。でもさ、やっぱヘロさんってなんか名前出てなかったし、案外バレへんで。よかった、ギリバレてなかったっぽい。誰も言ってませんでしたね、そういえば。確かに僕のね、リプ欄でも誰が来るかっつったら、ヘロさんの文字が全くなかったっていうね、そんなわけねえだろうって話でしたけど。みんな分かっててやっぱ避けてたなっていう。面白い。そう、そんなね、ゲスト、ヘロさんですけども、それでは、ヘロさん、まず簡単な自己紹介、所属チームはね、使ってるキャラとか、簡易的によろしくお願いします。CJ e スポーツ所属クッパスカイのヘロです。よろしくお願いします。いやヘロさん来てくださって本当ありがとうございます。いやびっくりしてます今でも。今回はねガクトの部屋ということでガクトの推薦で
はい嬉しいヘローさんが。いや僕がねやっぱヘローさんって結構やっぱ大会とかでねあってね、すごい一緒にねなんか大会とか出てるプレイヤーだけど全然、ヘローさんってメディア出てないじゃないですか、インタビューとか。確かにないです。だからまあ知らないんですよ僕も視聴者の人もヘローさんってそう俺も全然ヘローさんともやったことはあるけど知らないなっていう感じで、今日めちゃめちゃ気になるよね質問とか。そうだから今回はね、そのヘローさんを紐解いていこうっていう番組なんですけど、まずヘローさんってスマブラ4の時からやってましたよね。やってますね。その時リトルマック使ってね。そうなんです。もう異常に強いリトルマックがいるぞみたいな話題になってオンラインで。そうピーキーなキャラリトルマックでなんかすごい活躍してる。最初でもヘローさんってやっぱオンラインしかやってなかったですよね。そうですね、やっぱりオフ行くハードルって高いじゃないですか。そうですね。そうね。先生とか長く行きませんでしたね。あの時は梅ブラですかね、よくやってたのは。才能が眠ってたということで。眠れる獅子だったと。そう。まあそんなヘローさんって最初に出たのがやっぱ梅ブラでしたっけ？最初に出た大会。スマホの梅ブラですね。なんか梅ブラの割と後半の時だったような。そうね。中盤後半から出始めたと思います。あれって2017年とかそこら辺でしたっけ？確か夏とかなんかそこら辺に初めてヘローさんがなんかオフとか出て、なんかヘローさんってオフ出るんだって僕思いました。確かに。スマホの頃名前も違うので、そう名前違いました。そこも本当探っておきたい。最初ヘローって名前じゃなかったですよね。そうなんですよ。なんかね変なってあれだけど、なんかね日本語として読めない名前ではなんかスラッシュみたいな。そうスラッシュ2個のあれはなんですか？そうスラッシュって。あれですか。そこも話し始めていいんですか？いやもうなんかあります？なんかこう過去が由来になるんですかね、そのスラッシュ、ダブルスラッシュのは、Wii U の頃、アカウント何個も作れるじゃないですか。そうですね。で一番最初のアカウントでも、やっぱり活動してたんですけど、2個目のサブアカを作ろうって思って急に別人としての。でそれで名前を悩んで、サブアカだから適当に記号2つでいいかなってつけてそのサブアカとしてずっと活動してきたのがそれなんですよ。そういうこと俺らが今まで見てきたヘロさんはもう本人じゃなかったってこと？いやつまりもともとは違う名前でしたね。もともとなんて名前だったとか聞いて。確かに。もともとですか。一番最初の名前はレロレロってレロそんなん知らない。初めて聞いたよ。レロレロさんだったの？ヘローさんって。そうですね。マジか。初めて聞いたんだけど。レロレロ本当に昔の話ですよ。じゃあもしかしたらレロレロっていう名前で今活動していた可能性があったってことですか？あります。ちょっとジョジョ好きなの？違います。そっか、興味のレロレロ？ジョジョからじゃないんだ。はい。その名前もなんとなく。どっからレロレロ？なんとなくレロレロをつけたんですか？なんとなくです。なんとなくレロレロ。なるほど。なんとなくでレロレロ行くんだ。なんとなくレロレロで、サブアカもなんとなく記号2つ。記号2つ。で、その記号2つの時ってあれなんて読むんですか？ダブルスラッシュさん？ダブルスラッシュが一番多かったですね。ダブルスラッシュさんがすごいみたいな。あの時からダブルスラッシュかっこヘローみたいなイメージあったけど。そうですね、途中からなんかそのダブルスラッシュからヘローになりましたけど、それは途中からなんだ。途中からなのか、どういう心境だったんですか？Wii U ってミーバースがあったじゃないですか。ミーバース。SNS が。懐かしい。からツイッターを作るってなったんですよ。まだ持ってなくて。その時にやっぱこの名前だと呼びづらい。呼びづらいですね。言葉に出せないので名前をつけようかなと思って。なるほど。ヘロー。じゃあヘローだろうと。ちょっとねレロレロのなんか名残も残ってるヘローにしようと。全部書いたら分かんなくなる人もいるので、その後にダブルスラッシュも一応なるほど。ダブルスラッシュは僕でしたよ。でも今ヘローですよみたいな。なるほどね。結構そんな変わってるとは思わなくて。
ツイッターでは、チーム名つけたので消えたんですけど、YouTube のアカウントには残ってるんですよね。まだその名残がねそうあると。なんですよ。やっぱ自分でもちょっと気に入ってたりするんですね。長く使ってた名前なので。いきなりね、ビッグ情報が。ビッグ情報、衝撃だった俺たち。Gacktの部屋、これでも歌詞がある、これだけで。そんなダブルスラッシュもといヘローさんですけれども、最初ね、僕らといつ出会ったのかみたいな話をちょっとしたいなって思うんですけど、僕ら最初出会ったなんか出会ったって言っても実はそんなに大会とかでもお話したことはないんでなんですけど、お互いを認識したタイミングっていうのはいつだっていう話をしますか？そうだね。まずじゃあ僕からその認識した話をしますけど、そりゃやっぱスマホのオンラインの時からっすよ。ちょこちょこスマメイトでヘローさんとやっぱ当たったんですよ、マック。それでもう結構なんか他のマックとはすごい違うなっていう思ったんですよ、その時から。なんかすげえやりづらいなって。そのネスとリトルマックって結構ネスの方スマホの時全然もういけてたんですけど、なんか異常にやりにくくて、今もそのジャスガのね精度とかすごいですけど、そういうのなんか本当に防御とかきっちりしてる、防御面すげえ高えリトルマックだっていう認識が当時からあって、でうわーなんかこの人強えな、でもオフラインの大会とか出ねえし、なんか本当にオンライン戦の人なのかなって思ったら、もうひょっこりひょっこりいつの間にかねオフラインに出てきて、もうスマブラ SP からはずっとねオフラインすごい出てて、そういう出会いでした僕は。オンラインで出会う人やっぱ多いですね。対戦する機会が多いですから。言うて俺もそんな感じなのかな、ちょっと覚えてなくて俺に限っては。スマホの時とか、スマホの時に VIP で当たったら、VIP というかガチ部屋かで当たったのは覚えてて、そうなんだ。その時にやっぱ他のリトルマックと違うなって思って覚えてる。そうやっぱなんか当時思ったのは、この人オンラインしか出ないのもったいねえなって。そう絶対オフラインに来ていい成績残せるのに、なんか全然大会出ないからなんか忙しいのかなとか思ったけど、ひょっこり言いましたいつの間にか。そうね、なんで僕らの初めての認識はやっぱスマホからになりますけど、ヘローさんは僕らのことをなんかいつ認識し始めたとかあります？気になる。そうですね、僕やっぱ、そのマック使ってた頃から、その大会の動画とか見るのも好きで、有名な人はよく見てたんですよね。その中に、お二人がいた感じですかね。最初はもう動画から知ったと、僕らのことを。はははは。なるほどね。有名人だな。あらたもですよ。ヘローさんって最初はやっぱいわゆるもうオンライン戦、動画を見てなんかずっとオンラインでやってたみたいな感じですけど、なんでいきなりひょっこりオフラインに出始めたんですか？マックの頃からですか？そうですね、急に現れたんで。そうですね、なんとなくなんですかね。なんとなく、それもでもやっぱ最初のオフなので、ちょっと怖いじゃないですか。そうですね。だから、その時一緒にスマブラやってるお友達と一緒に行きました、最初は。なるほど。結構そのオンライン勢にありがちというかわかんないんだけど、オフに出てくる理由の一つとして、もうオンラインじゃ負けねえぜ強えっつって、もう強いやつを探しにオフに出てくるっていうけどもなかった。全然違いますよ。友達この人が行くならじゃあ俺も出てみようかなみたいな感じで、とりあえず気軽に行ってみたみたいな感じなんだ。気軽に行った感じなんだ。じゃあその人がいなかったらもうヘローさんはこんなねオフラインの大会なんて一生出なかったってことでしょ。確かにその友達のおかげってこと？その友達が今ヘローさんを引き出したってことでしょ。最初はそうかもしれないですね。その友達はなんかいいことしたな、スマブラコミュニティに。いいことというか、我々が苦しむというかね。僕はね、やっぱ大会では当たりたくないですけどね、ヘロさんには。
まあやっぱきっかけはじゃあもう軽い気持ちでだったんだ。そうなんだ。そうです。そこからですね。まあじゃあお互いの印象とかを一回じゃあちょっと語りますか。僕らとねどう思ってんだかお互いっていう。でまず僕からなんですけど、穏やかですげえ優しい人だなっていうのはマジで思います、ヘローさん。なんか結構その大会とかでね、まあ割と最近ちょこちょこ当たりますよね、ヘローさんと僕って。当たりますね。そう、その時もなんか結構その試合始まる前に軽い雑談とかするじゃないですか。なんか割とそうやって軽快に話してくれてるから、なんかすごい話しやすい人だなっていうのは思います。やっぱ話す機会はねそういうね当たった時ぐらいしかあんまないんですけど、なんか話したで本当にすごいなんか優しくて温和で穏やかで全然なんか話せる人じゃんっていう印象を僕は持ってます。そういう人としての印象というわけじゃないんだけど、マジで大会で与えたくないっていうかそういうそっちの恐怖、そっちの恐怖がでかい。マジでオンラインとかでもやって負けるし、勝てないっていうイメージが強くて俺。そんなことないですよ。いや本人なんかめちゃめちゃ謙遜してんのよそんなことあるのにそう例のかがり火ノーシード爆弾とかどっかのかがり火でね T さんっていうか T とヘロさんが当たってあの時ってヘロさんノーシードだったんですか？ノーシードだった。スペシャルの初めての多分かがり火だったと思います。そうよね。スペシャルで初めてのかがり火でなんか俺の予選にいて、そうなんですよ。それが被害被るっていう。なるほど。それは確かに。そうトーナメント表見たときに、その新幹線乗るじゃないですか。マジ弁当の味しなかったから俺ヘローさんとやることになるんだ。うわそこってノーシードだったんだヘローさん。マジノーシードヘロー事件は語り継がれてるねそのイメージがだいぶ被害被っとるなお前もじゃあ怖いっていう印象怖いスマブラ的な怖いね。怖い。じゃあヘローさんは僕らに対してどういう思いを抱いてます？確かに。そうですね。じゃあまずガクトさんから言うと、一番うまいネスのイメージですかね。で、まあ大会もいつも上の方いて、面白いし、配信が面白いですよね。なんか照れるめっちゃ褒めてくれる。だから優しいのすごい。いろんなキャラクターがいてすごいなって思いました。あといろんなキャラクターが変なゲームやってるとこが変なゲームやりますけど、変なゲーム面白いですよね。まあそうだってね、ヘローさんと僕はね石鹸でねちょっとコラボした身ですからねたまたま同じマッチでロストバブルスっていうね、そうなんか鬼畜ゲームがあるんですけど、たまたまヘローさんと俺が同じサーバーにマッチングして一緒にね苦しいねゲームをクリアしましたね。結構コアなゲーム好きってことでヘローさんも。そうヘローさん意外と別ゲー結構やりますよね。やりますね、面白そうなやつ。そうスマブラ以外も結構やるっていう。なんでねちょっと僕褒め殺しされちゃったんですけどなんかちょっと俺も期待しちゃおっかな。ちょっと T はどういう評価なんですか？T さんですか。そうですね。やっぱ昔からトリッキーなパックなんですよね。まずトリッキー。まず、もう最近だったらカズヤでなんかいろんな人をボコボコにしてる。それはこれ褒めてないぞこれ。これ悪口。あと海外大会よく行ってるのを見るので、海外行ってますね。リアルタイムで。ありがとうございます。応援してます。なんかすごい下手に出てくれるんだな。さっきから。こんな感じですよ。はあ、そんななんかいや同じ競技者の目線じゃないですか言うて、なんかちょっと一歩引いてくるんですよねヘローさんって。そうね。じゃあファンですみたいなこういや僕なんてみたいなそんなことはないじゃないですか。そんなことはないよ。なんでしょうかね。プレイヤーとしてもオフにも先にたくさん出てるじゃないですか。で活動としても多分僕が始めるよりも前に始めてて、プロとしても長いじゃないですかお二人の方が。まあそうなっちゃいますけど。で大会結果も
いやダメだどんどんなんかすごい下の方に行っちゃってるヘロさんが。もうこうなる。違うね。そんな一緒ぐらいじゃない。違うね、年功序列なんてないですからスマブラには。同じですよ。もうなんならヘロさんが上ること全然あるし。そう。ありますかね。だからちょっともうお互い同じ目線でいきましょう。同じ目線で。そんな下に行かないで。いやでも本当嬉しいですよ。同じ立場みたいに言ってくれたら。いやマジ全然同じだと思ってますけどね、僕らは。コントローラー握ったら同じだから俺たち。そうなるほど。そんなヘロさんやっぱね、もっと紐解かなきゃダメだ。もっとほぐしていかなきゃダメだ。まだ少しヘロさんがやっぱ一線壁を今敷いている感じがある。なるほど。何でもいや住む世界が違うんでしょみたいな、そう思ってるでしょ今ヘロさん。違うんですと。これで今ヘロさんにじゃあ次、一問一答します。まあ僕らが簡単な質問するんで、もう簡潔にこうですっていうのを、そう質問をすごい回していくっていうコーナーがあるんで、これでちょっと一回ヘロさんのことを紐解いていきます。じゃあまず、好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物はお寿司です。お寿司いいね。いいね。じゃあちょっと苦手な食べ物教えて。苦手な食べ物、辛いものとかに苦いものです。あ、辛いもの苦いもの。そうお前もか。じゃあスマブラ以外の趣味教えてください。そうですね、映画見るとかです。おお、映画。へえ。映画。なるほど。好きな選手教えて。好きな選手はアバダンゴ選手です。おお、さあ、なんか確かに節々からなんかそのこと言ってた気がする。聞いたことある気がする。見た目が好きなファイター。カービィちゃんです。ああ、だろうと思った。俺ももう絶対これが来ると思った。倒すのに自信があるファイター。リトルマックです。確かに。そうだ。そりゃそうだ。ちょっとこいつ苦手だなって思うファイターあります？和也です。いやってそりゃそうだ、重量級なんだから。後で深掘りして。じゃあクッパの好きな点。ここが強いんだみたいな。まずかっこいいところ。強いところ。優しいところ。優しいみたいなところですかね。RPG では優しいかな。じゃあちょっとこのクッパのなんかもうちょっとこうしてほしいなみたいな懸念点みたいななんかありますかね？あります。コンボ体制がちょっと気になりますね。それは確かに。気になんなかったらね、ちょっと好きすぎるねクッパ。そりゃそうだ。スマブラにおけるライバル。J3 で。お J。そうなんだ。J3 をライバルとしましょう。すごい今全然別角度から殴られた。あ、J3 なんだ。そうなんだ。はあ、なるほど。宇宙最強だったな。そうか。確かに。スマブラの目標とか夢ってあります？僕なんだかんだオフ大会優勝がないので、大きいところで優勝したいなと常に思ってます。いいですね。でかい夢が。今注目してる選手。リゼアスさんですかね。リゼアスさん。リゼアスさんね。まあ確かにね、なんか結構境遇も似てますもんね。なんかお互いオンラインからねみたいな、なんかそういう。確かに。今日の朝何食べました？今日はのり玉ご飯を食べました。いやというね、じゃあ一問一答タイム、こっからちょっと今掘り下げたいものがいっぱいあった。これまずちょっと最初聞いていいですか？スマブラ以外の趣味で映画って今答えたじゃないですか。映画は確かに。ヘローさんって結構その映画通なんですね。2っていうほどではないんですけど、まあそのアマプラにある映画だったり、昔から親が映画が好きで家にも何個かあって、なるほど。へえ。見てて今でも見ますね。どういうジャンルの映画好きとかあるんですか？まあ洋画にはなるんですけど。洋画。まあホラー系だと、まあ宇宙系とか SF 系とかいいよね。ちょっと気になる。ヘローさんのその一番のおすすめ映画みたいなの聞きたいかも。一番ですか。じゃあまあこれから夏に入るので、夏っぽい SF 映画はサマータイムマシンブルースっていう。サマータイムマシンブルース。なんかちょっと聞いたことないかも。ちょっと俺浅いから。
それいつぐらいの映画なんですか？もうだいぶ昔の映画です、へえ。僕らはねあんまり映画詳しくないんで。そうそうそう。それ夏におすすめなんですね。そうですね、夏にぴったりかなと。はあ、コメント欄でもサマータイムマシンブルースはとてもいいって知ってますか？絶賛されてます。メモっとこう、俺もちょっと気になる。なるほど。へえ。いやなんか意外だった。ヘローさんがいや映画見てますっていうのが聞いたことなかったよね。ヨーロッパ企画の劇団の舞台。そうなんだ。なんか T はあんの？もう直で言っちゃっていい？俺どうぞ。カズヤに苦手なの。そりゃ苦手ですよ。いやでも終点カズヤ倒してなかった。倒してたんですか？アコーラのカズヤ倒してたよ。してたり倒してなかったり。いや終点カズヤにクッパで勝つのは苦手なんだ。苦手です。クッパカズヤのカードは割とねすごいというのはすごいんですよ、ねありますよね、もちろん。ちょっと俺ヘロさんに出すの悩んでるんだけど、どっち出した方がいいかな。パックマンが怖いな。これ誘われてるぞこれ。パックマンが怖いっすね、やっぱり。怖いなって言いつつカズヤ出してほしいなじゃないこれ。そうじゃないの。違います。怖いってこれ。もう読み始まってる。コーリーで勝ってたら俺出せねえって。これはまだまだ読み合いだと思うんだけどさ、でもヘローさんの対策だけ異常というか、たまにしか俺もやんないからちょっとヘローさんの真髄がちょっとまだ分かってないんだけど、結構うまくない大会では。運がいいだけです。それで片付けられちまったよ。運がいいだけで。運が良くてカズヤに勝てると。わかりました。だいぶ今日次当たった時が楽しみだよ、この2人が。マジでどっち出そう。どっちで来るのか。困るな。ちょっと好きな選手っていうのを聞きたいんですけど、アバダンゴさんっていうね答えいらっしゃったけど、もう結構なんかアバダンゴさんが好きっていうのは結構耳にしてたんですよ。俺も結構耳にして本当に好きなんだなっていうの今。なんかちょっとヘローさんマナーモード何やってんすか？ちょっとアラームが鳴っちゃいました。聞いていいんですよね今。やべ、アバダンゴさんが好きって聞かれたくないって思ったからとっさにアラームを起動したとかそういうんじゃないですよね。アバさんが好きなんですよ。それいつ頃から好きなんですか、アバさん？前作の後半ぐらいから。なるほど。その時からファンボなんだ。もうミュウツー使ってた時ですか？ミュウツーの頃が多いですね。やっぱもう使ってるキャラは全く違うじゃないですか。違います。どんなところがお気に入りというか。かっこいいところ。面白いところ。それ僕にも言ってましたよ、それだけ。ちょっと待ってください。差別化。イメージとしてクールじゃないですか。すごい。クール。結構寡黙でね、なんか真面目に頑張ってるとこを応援できますよね。なるほど。結構実直でなんかストイックにやってる人が好きで、それがアバダンゴさんだったと。そうです。なんか最終的にプレイヤーのランキングですごい高かったじゃないですか。そうですね。やっぱりアバさんなんだなと思いましたね。やっぱりアバさんがスマブラだよなと。アバキッズだ。なるほど。そんな並々なるの思いがアバさんにあったんだ。マジか。ちょっと合わせたいね、対談。今度アバダンゴヘロー対談。リゼアスさんはやっぱ注目してます？ずっと特に今作からオンライン大会でも何回も当たるようになってて。そっか、タミスマとかでね。当たるたび対戦するたびにこの人はうまいなーって感心するぐらい感動もするぐらい。うまいプレイヤーなんですよ、彼は。なるほど。リゼアスさんと話したことあります？あります。なんか関西の大会行ってる時とか。そうですね。リゼアスさんもいろんなオフ大会で行ってるので。そこでなんかちょっと話すみたいな。なんかどういうことと話すんですか？どうですかオンラインの調子はウェーみたいな。そういう感じ？そこでも
僕やっぱファン側なので、さあ、そこも下で行っちゃうんですか？そこもやっぱいつも応援してます。一緒に頑張るっていう気持ちもあるので、オンラインとかで。結構リゼアスさんといえばいろんなキャラ駆使してみたいな。使ってますね。そういうところとかもいいよ、やっぱ。いいですね。かっこいいですよね。なるほど。やっぱリゼアスマルスが好き？うまいです。うまいし、好きだし、負けるし、捕まれるし。実体験になっちゃった。やっぱなんか同じ思うところがあるんだろうな。やっぱオンラインでね、なんかずっと一緒に切磋琢磨してきた中ってだから僕はね、リゼアスさんがライバルかなっていうのは思ったんですよ、ヘローさんと。ただライバルは違ったんですよね。トーナメント的なライバルは？オフ大会のトーナメントライバルですか？いない。そっちも一回聞きたい。こうなったら大体同じぐらいの人を探したいじゃないですか。はい。実力的にも。全然その勝てないけど超えたいみたいなライバルでも。そっちでも。います？これ悩ましい。確かに悩ましい。でもじゃあ J さんってことにしときますか。 J さんにしましょう。ちょっと違う気がするけど。いややっぱ一番この質問の中で聞きたいとこもう言っちゃうか、ライバルは誰で J さん、なぜ J さんなんですか？なぜですか？存在自体は前作から知ってたんですよ。なんか自分で世界最強って言ってるスマブラがいるとなんかツイッターで遠くから見てたんですけど、あんまり関わることはなかったんですね、結局。で、今作でちょっとフォローしてて、で配信も YouTube で始めたっていうので、よく対戦募集の、配信とかツイートしてるところに戦いに行ってからが始まりですね。そっから交流が始まったんだ。なんかいろいろね J さんがやってる企画とかお呼ばれしてますよね、ヘローさん。仲良くしてもらってますね。だからなんかどっちかというと味方というか、なんかこうJ さんの軍にいるみたいな認識なんですけど、ただ違うと、本当はバチバチしていると。J さん側はもちろん僕を毎回倒そうと本気になるところも結構そうですね、10先企画とかやってますよね。よくやってます。大晦日とかでオンラインでも何回も戦いますね。なるほど。そこからも意識してと。でもそれ勝つでしょ？今のとこ勝ってます。今のとこって何回もやってて、今のとこ全部勝ってるってことですか？だからどんどんその10先と言いつつも大体なんか30先とかになるんですけど、どんどん年を重ねるごとにスコアが追いつかれてきて、追い詰められてんだ。そうなんですよ。そこがまた面白いんですよね。次やるときはもしかしたら前のスコアは何だったんですか？3年前ぐらいから言うと、大体僕が33本取って、13本取って、1桁、4とか。なるほど、3年前は圧倒的だったと。その次が7本とか8本。で、その次が10本前後。確かに追いつかれてる。確かに。最後の時が、10何本とか、半分ぐらい行かれたり追いつかれたり。マジっすか？へえ。感じで。本当にじゃあいつか超えられちゃうんすね。このままだと。それは確かにライバルかもしれん。今コメントでもあったけど、基本的にヘロさんさっきずっとね、いや本当尊敬しててみたいな他のプレイヤーに対しては結構下手に出てるけど、 J さんに対しては同じ目線でやってた。いやこいつは同じ今直線上にいると。同じ土俵にいると。熱意がすごく良くて、負けず嫌いだったり、面白い態度だったり、頑張る姿勢っていうのが熱いんですよね。熱い。そこにやっぱ自分も感化されてみたいなのはあったりするんだ。これぐらい熱く頑張りたいと思います。本気でやってるからね、そこは。これちょっと聞けたわ、一番この一問一答の核。J だけ同じ土俵と、他はちょっと上だけど。
ちょっと一回この重いというかすごい濃密な話あったんでちょっと緩和しましょう。ちょっとこれはねやっぱ聞きたかった。見た目が好きなファイターでさ、カービィカービィ結構ヘロさん好きじゃないですか。すごい好きです。はい、カービィ割となんかアイコンとかにもしてて、ですごい好きなの伝わってくるんですけど、なんか使ってるのもちょこちょこ見るんですよ、カービィを。本キャラにしないんですか？それはもうめちゃくちゃ聞かれましたね。マジっすか。配信始めた頃とか、ちょっと僕が使っても勝てないので、あんまり合わないんだ、キャラの性能的には。するにはちょっとできません、ね。やっぱり勝つのを取るかキャラ愛を取るかでやっぱり悩ましいよね、キャラ愛は。そうですね。昔からカービィメインにしたことはないですね。もしじゃあカービィマジでベストフィットしてすごいカービィ僕才能あんじゃんって思った時はもうカービィに転向します。次の作品とか。よかったら使いたいです。とりあえず毎回ゲーム変わるたびにカービィ使うけどやっぱ断念してるんだ。はい毎回カービィチャレンジはあるんですか？一旦使ってみようって。カービィプレゼンとかでたまに使ったりはありますね。じゃあクッパはもう好きだよね。クッパはキャラとしてもかっこいいし、そうかっこいいし優しいしって言ってましたもんね。クッパのランキング何番目ぐらいか知りたい。ランキングってはキャラの好き度。カービィが一番としてクッパ何番目ぐらいで選ばれたんだろうっていう。そうですね、2番目が僕今でもメインだったリトルマックが好きなんで。リトルマックがあるんだ、カービィの次に。キャラ愛は好きなんです。キャラ愛は。で3番目下ですかね。なるほどね。なるほど。まさか俺リトルマックより下だとは思わんかった。カービィ、リトルマック、クッパで仕方なくというかクッパが一番勝てるからなんだ。そうですね、使ってて一番今作使うことになったので、クッパも好きです。クッパも好き。でもどちらかというとビジネスパートナーよりかもしれないと。そうなるんですかね。それか使い始めてもう結構愛着が湧いてきてしまった。好きになってからこの逆にね。なるほどね。スマブラね、逆に使い始めて好きになるパターンもね。いいね、スマブラの。なんかリトルマックのグッズって持ってます？何かつうかリトルマックのグッズは。アミーボぐらいですね。アミーボぐらいか。そうだよな。ないですよね。そうね、クッパカービィはあれどリトルマックはそんなねえわ。もうなんかコメント欄でもね結構たまにリトマ見たいなーって結構来てますけど、リトルマックちょこちょこ使ってます今作は？ちょこちょこなんかオンライン大会のどっかしらでたまに使います。ちょっと1個いい？たまにスネーク出てくるけど、スネーク好き。スネーク使ってるな、そういえば。スネークの前にドンキいますね。ドンキも使ってますもんね。ドンキも好き。これヘロランキングトップ5まで明らかになったこれ。確かに。で、ヘロさんメタルギアとかやったことは？友達がやってました。友達がやってたのを見てたみたいな。そうですね。じゃあやっぱスネーク的にはやっぱそこまで愛着がねえよと。どちらかというとドンキーだよと。ドンキーの方がやっぱドンキーコングのゲームね面白いからね。ヘロさんの頭の中を今解剖できた気がする。一番はやっぱカービィちゃんですよ。カービィ、リトルマック、クッパ、ドンキー、スネークだから。脳内メーカーだともうほぼカービィで埋まってると。カービィ9割。カービィ9割。カービィが一番ですね。てかさっきもなんかね裏で見せてもらってましたけど、カービィのグッズめっちゃ持ってますよね。もういっぱいありますね、そこら中。もう結構埋もれてます。もうそんな近くにあるんだこんな。そうです、あります。もうこの一角、この画角では見えないけど、もうそこら中にカービィがこの部屋に点在してるわけなんですね。カービィいる。ドット絵だ。すげえ、なんでもあるな。カービィを好きになったきっかけみたいなのはどんなところで？子供の頃からアニメがあったんで。カービィ見てた俺も。で土曜日朝いつも早起きして見てましたね。やっぱアニメカービィからカービィ知り始めたみたいな。そっからそのアニメ勢なんだ。ちょくちょく出ててゲームあったじゃないですか。
それもやってて、可愛いなと。アニメのカービィは一段と可愛いね。まあ確かにぽよぽよだしな。そう初めて声がついて。いやカービィ愛をすごい予想以上に力説していただいた。まあ確かに我々ちょっと知ってたけどヘローさんがカービィ好きなことこんなにとは。いやそうもうカービィ好き度はもうあそこにあるとはね。譲りますもう。倒すのが自信があるファイターとかもちょっと聞くか、はい、なんかリトルマックって言ってましたけど、まあやっぱ使ってたからっていうのはあるんですか？前作からの動き自体もまだ覚えているので、共通するところでは対策はできてるかなっていうのと、やっぱり今作になって、僕が使わなくなった理由もあるんですけど、ちょっと勝てなくなったので前作ちょっとねシステム的にねリトルマック割と向かい風な部分が、まあそうだね。でキャラの性能も知った上でキャラとしてももうすごい上からいけるクッパ使ってたら勝率は高いです。まあ確かにそうっすよね。はあ。まあでもリトルマックってぶっちゃけあんまりいないじゃないですか大会。いないですね。こうね結構大会にいるキャラで自信のあるファイターいます？確かに。そうですね。よくいるんだったらクラウドとかも。クラウド確かに。なるほど。有利みたいな話はチラチラ。なんかちらほら聞きますけどね。なんか復帰のブレスが合ってる的な。ブレスも絶対当たっちゃうじゃないですか。まあ当たっちゃいますよね。ほぼルート的にとか無敵もないので、ウリを当てられたら。いやなんか僕ねあんまりピンときてないんですよ。なんだかんだ言って立ち回りはクッパの方が絶対押されると思うんですよ、クラウドの機動力的に。なんかそれを鑑みてもその復帰だけでそんなクッパの方がいけるみたいななるんですかねって。地上の戦いの部分。地上ヘローさんそのジャスがめちゃめちゃうまいから。まあそうねクラウド結構単発技しかないクラウド結構、そこのらへんでも得意なんじゃないかな。なるほど。空中技は全部単発なジャスがさえできればなんとかなるのかなと。もうヘローさんのなんかプレイスタイルにも結構クラウドは刺さっているみたいな。めちゃめちゃジャスがうまいからだいぶね今の環境でクラウドに行けるっていうのは相当ポイント高いよね。今すごいクラウド流行ってるからみんなクラウド使ってるんですよ。そうですね。そうどんな人もなんか使ってるしみんなクラウドに困ってるっていう。そうクッパいいですよ。一押し。常人にはジャスができなくても当たるんだから空母。確かになんか実は使ってみると結構難しいクッパは。着地できねえし。結構そうねコメント欄ではヘロースパーゴみたいな。スパーゴ多分褒め方すと思うんだよな。クラウドオンリーとは限らないけど。そうレオンとはねなんか褒め方でね戦って取られたけどクラウドでリバース利用したっていうのはありますけど結構前だけどねそれ。だからなんか確かにちょっと見たいカードではあるなっていうのは思います。どうなるのかっていう。俺さ海外勢とヘローさんめちゃめちゃね噛み合ってるというかなんかびっくりするんじゃない、ヘローさんとやったら。戦ってみたいですね。そうね。ちょっと俺も見たい。ちょっと聞きたいな。これ一問一答には入ってなかったんだけど、ちょっとこれをちょっと聞きたい。海外って行く予定あるんですかっていう。確かになんかちょっと忙しかったり体力的に大変だったりとかして割とあんまり気が進まない感じですか？行けたら行きたいです。行けたら行きたい。行ければ簡単に行けるなら行きたいんですけど、結構でもヘローさん招待とか来てそうな雰囲気あるけど。なんか数回ぐらいは。だよね。結構予定噛み合わなかったみたいな。そうですね。なかなか都合が合わなくて。でも意欲的ではあるんですね海外に行くことは。そうなんです、行きたいです。それこそやっぱ知ってる人がいたら行きやすい。なるほど。友達と一緒なら行きます？そうです。なるほど。じゃあちょっとね今日で我々お友達になって。じゃあ僕ら友達になるんで僕らが行く大会行きましょう一緒に。行きましょう。おー楽しそう。我々大体海外いるからね。そう大体やっぱいるんで本当。その時は頼ります。やっぱ見たいっすよ僕らも。ヘローさんが海外行くとこ。戦いたいですね。そうなんかねフランスでも何でもアメリカでも。じゃあ今年はちょっと海外ヘローが見れる可能性がある今年は。
あってほしい。何ヶ月前とかから準備するじゃないですか。まあまあ結構そうですね。ヘロさんってなんか海外行ったことあります？もうスマブラとか関係抜きに。ないかも。ああ、じゃあパスポートとかまだ作ってない？昔持ってたと思うんですけど。持ってたんすか？いや昔ってことはもう期限切れてるんだと思う。そうですよね。パスポートはちょっとあった方がね、ちょっとなんかそう直前で招待来るみたいなあれもあっ確かにたりするから、そういう準備も結構そう準備しといた方がいいかも。いやだからマジでこの放送終わったらもうすぐもう行ってください。パスポートセンタもうですか。ー。もこれはなるほど言っても閉まってそうだけど。うもう閉まってるねこれ夜だから。で明日行こう明日。困らない明日行こう明日行こ調べておきます。う。お願いしますはい。僕らも更新望んでいるん更新だけしとけばいいなとで結構一問一答すごいの濃密に聞けました。まあじゃあ次はもう一問一答まあ正直簡単な質問をして答えてもらうみたいな感じだったんですけど、次はちょっともっと濃密なちょっとスマブラのコアとかそこら辺もっと深掘りした話を聞きたいなと。まあ僕らもね結構聞きたいこといっぱいあって用意してきたんで、そう用意してきたんで。そうまわかりましたずちょっと T のじゃあじゃあ俺から。聞きたいこと。結構これヘローさんの悩みというか直結すると思うんだけど、昨今のトーナメント事情ちょっとクッパが辛そうなキャラ多くねみたいなうんちょっとね多いですね見てても感じてて、それについて打開策的なのあるのかなと思って。そうですね、きついキャラいますね。特に、まあ、言っていいですよね。スティーブっていうキャラなんですけど。スティでもスティーブだけじゃなくてなんかホムヒカとかも。ホムヒカホムヒカは意外といける。まあ、スティーブ、カズヤに比べたら、まあまだ、そういう感じはしますよね。割と一緒ぐらいだと思ってたけど、まだいけますね。うちのねまあいますからねうちのチームには一人。卒業スティーブがね、まあでも割とそのフルセットとかもなったことあるじゃないですかコーラーと。だからなんか結構まあすげえ頑張ればいけるみたいなそういう感じで思ってます。そうですね、他のキャラもちょっとは考えるんですけど、うんまだオフで出す気持ちになれなくて。なるほどなるほど。まあちょっとね練習がいるから別キャラって結構わかる。まあ、ならクッパで頑張り続けた方がいいなと。はははは。やっぱクッパで考えていくって感じなんだ。現時点ではクッパ、ゆくゆくはなんかちょっとこう他にみたいな。他のいけそうなキャラがいけそうだったら出します。なるほ結構そどね。の他のキャラっていうのは何を考えてたり？そうですね。スティーブにだったら、まあ、スネーク当てたいうんなって。スネークもっと上手くなれば。なんかいけるとは言われてるよね。本格的にサブ育成して完全体ヘローになってほしいっていうコメントも。カズヤに対しても、まあ、クッパで限界があると思うので。まあちょっと1ミスですごいことにはなりますよね。まあむずいよね。特にクッパはね。結構何千個いるからね、コンボ。だいぶお仕置きされる範囲が広いクッパは。そう。まあ、カズヤにはまた別のキャラ当てた方がいいのかなって。まあ、カズヤとかもやっぱ性能的にピーキーだから別キャラ持ってるとでかいかもね。はい、逆にスティーブ・カズヤ以外の DLC2 だったら任せろって感じなんですか？空とかは空とかきつそうではありますよね。一生ね空回ってて気づいたら 100% みたいな。空は空で、そうですね、まだなんとかなるかもしれないのが軽さですね。割とあっちもと。こっちの重さとあっちの軽いところをうまくついてみたいな感じで。そうですね、まだ前向きだ。なんかでも結構そうメンメンとかセフィロスとかもだいぶめんどくさそうだなとは思うんですけど。セフィロスは、まあ、プレイヤーの強さもあるんですけど、研鑽が強くて、まあそうだね。研鑽以外全然当たらないんですよ、セフィロス。まああんまりいないですね、セフィロスは他の俺もケン DLC2。トしかやってないかも。あんまり戦う機会がないですね。なるほど。まだ結構セフィロスね増えてきたらやばい。軽いから軽ければもう何でもいいと。確かに。セフィロスぐらい強くても軽かったらいいんじゃない？じゃあちょっと僕はマジ聞きたいんですけど、メンメンなんですよ。いや見るからにだるそうではあるじゃないですか。重いし、しかもメンメン重いよね。ちょっと重いですね。ちょっとなんだ。ちょっと軽いけど、ワイヤー復帰じゃないですか。
普通に崖行けると。まあそこでも殺せたりするああ、のワイヤーフッキー借りやすいんだ、クッパ。まあ、これか。まあ、うんうまい当てこれれば戻ってこれないかも。じゃあなんか割とポジティブなんだ DLC 2キャラある2キャラ以外は。確かに。まあきついかもしれないんですけど、まだ頑張れるという点でははは見てまはす。そんなだけ DLC2 キャラいけるって言ったらまああれだけど、まあ、なんかヘロさんの頑張りな気がするけどね、そう軽いからみたいな。そうね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 。そう、倒し方をさ、教えてくれなかったもん。軽いからだけだったから。まあ普通の人のクッパだったら全部キャラいやきついです DLC2 は。でもヘロさんだとなんとか2キャラきついに収められてます。まあ、その2キャラね、我々なんかみんなきついからね。あ、そうですよね。カズヤスティーブは。そうね。みんな困ってるから。DLC2 に対して絶望はあまりしていない。ゆくゆくはスネークみたいな感じなんだ。うんスティーブにはスネーク出したいですね。なるははほどね。ははなんか知れたわやっぱいいこと聞きましたね。そうなんかプレイヤーのさ DLC2 事情とか知りてえもうどう思ってんのっていうみんな困ってるからさ、そうね、そうおのおのどういう答え出してるのかとか、ね、そうそうそう。気になりますね。はい昨今のね、もう話題のキャラですから。じゃあまあ僕のじゃあちょっとコア質問の方も言っちゃっていいですか。はい。はいいやヘローさんって言えばねなんかオンラインの大会すっごい出てる印象あるんですよ。確かに。で僕ちょっとびっくらこいたのがなんかでまあ Day2 のイベントかがり火だったかなで行ってあ、知ってるそれ。そう Day1 の予選終了して、まあ、次がまあなんかトップなんとかが始まるその Day1 が終わった夜にオンライン大会を出ていたと。そうね。おーねそこまでしてそんな出るんだっていうそんなフットワークの軽さというかなんでそんなに大会に出るんですかっていうオンラインの異次元のっていうかさ、そう疲れちゃわないの。ありえないだって明日も残ってるんですから試合がうんなのに出るってなぜっていう大会が好きなんですよ。あ大好き。大好き。あ大会が大好きなんで。でも俺たちも大会大好きだけど、疲れちゃう。まあ大好きだけど大好きだからこそこうねこの大会に絞ろうみたいなここに集中しようみたいなのを思うわけじゃないですか。ヘトヘトよ。そうヘローさんは愛ゆえに何でも出ちゃうってことですか？そうですね、出れるものは出たいっていう気持ちすげえが。マジでそれはオンラインはもう出やすいじゃないですか。まあそうですね家でね、うんポチッとやれば出れますからね。そうだけど、それで納得していいんかな。いやまああんま納得しちゃいけないと思う、うんね時間に余裕があればもう何構わず出ると何これ構わず出られそうなオンライン大会は今も出てますね。うわすっげえないやこれはねなんか多分主催してる人も結構助かるんですよ。まあ割とそのなんか規模に関わらずヘローさんってオンラインの大会スマメイトでね開催される大会出るじゃないですか。出てます、出てます。やっぱそれだとうわ僕の大会にヘローさんが出てくれるんだみたいなこんななんか結構ね人数も参加人数も少なく設定した大会なのにヘローさんが出てくれてめっちゃ嬉しいみたいな多分主催者がすごい思ってると思うんですよ。おーいやだからそうなんだそう結構そういうヘローさんのねオンラインの大会にすごいいっぱい出るっていう活動はねなんか本当にみんなやるべきだと思うけどそれはできないんですよできないです。みんな大できない変忙しいんだもん特に大会の合間に出るとかね特にそれは無理だしなんかやろうと思ってやれるもんじゃないなっていうまあちょっと唯一無二というか、そうそれもさ、でもヘローさんの強さにつながってんじゃないその大会めちあーゃめちゃ出てるっていう経験が。なんかあるんですかそういっぱい大会に出たおかげでなんかこんだけの結果残してるかなみたいな自分で実感みたいな。うんそうですね、やっぱ大会もタミスマ、マイスマとかは、まあ、いっぱい出てるじゃないですか。はいで、最近出た人とかでも配信台初めてなる人とかに聞くと、やっぱ緊張するみたいなうんのがあって、まあそれも、僕も最初の方は大会なんて緊張してるけど、うんまあ、こんだけ出てたら、もう薄れるっていうか、もう慣れですよね、慣でもれ。結構そのオフ大会でもオフ大会は緊張してます今でも。大会は、会場でやるのと家でやるのと違うと思うけど、
緊張か。でもさ、今緊張って考えていることはしてないんじゃない？まあ多分これが緊張なのかなって悩んでる時点でオフ大会は緊張してないと思う緊わ。張してない節がある、これ。だからあんなジャスが取れるんだ。それは多分オンラインゆえによ。オンラインいっぱい出てるから。確かに、あんだけ出てたら。ありますよ、すること。あります？まあ、それまで全然気にしてなかったんですけど、対戦する直前になって、今から戦うのか。まあでもわかる。なんか今からする操作で未来変わっちゃうんだみたいな。なるほどね。わかるかも。あれかも、やっぱ緊張する人って大会が始まった時からもうずっとガク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 してるわけじゃないですか。ヘローさんはやっぱ直前に緊張するっていうのはなんかすごいいいことだし、なんだろう、まあ多分いっぱいオンライン大会出てるからこそだと思います。多分そんなにオンライン大会出てなかったらもう大会の日の朝とかから緊張してたと思う。うわどうしようみたいな。コメントで武者震いってあるけど、これ直前に緊張するってことはそうなの？楽しくて震えてるってこと？震えてる、直前に震えるっていうことは武者震いでやる可能性が出てきたけど。まあ、結構知ってる人とも対戦になることあるじゃないですか。ガクトさんとかマダンオさん、有名プレイヤーとか。戦えて嬉しくて楽しいの気持ちも多いですよ。楽しいの気持ち。じゃあその武者震いだ。緊張してないやこの人。緊張してない。これで緊張してないや。緊張しないと。やっぱ真の像がやっぱ熱い。そうなんだ。こんだけ出てたらそうだ。なんかコメント来てます。スマメイトの大会実績が1608件。だから1608回大会出てるってことですよ、オンラインの。そりゃ緊張しねえや。出てます。1日1回大会出たとしても、なんか4年ぐらいかかっちゃうからね。やばすぎる。すごいな、1600件。これもうね、スマホからのね、多分大会の積み重ねだと思うけど。いや、これはね、これがヘローさんの強さの秘訣だわ。そういやだからね、場数を踏むってことはすごいいいことで、やっぱその緊張しちゃうとかなんか不安だって人はヘローさんみたいに大会に何でも出ればいいと思う。オンラインの。出ましょう。やっぱ変わりますよね、こんだけ大会出れば。変わります。そう、ヘローさんが言ってんだ。オンラインとオフラインは変わんないですか、そんなに？まあよく聞かれますよね、これ。はい、みんなの課題ですけど。ヘロさん自身はそんなに感じたことない？僕はまあ昔からそんな変わんないものと思ってます。はあ、まあ操作的に結構ジャスガとかはすごい変わりそうな気しますけどね。オンラインでマジでジャスが取れないんだけど俺は。慣れですよ、慣れ。慣れすごいな。1600回やってないからだ。1600回やってないからね、これまだ戸惑っちゃう。いや、やっぱ経験者は違うわ。俺たち、ね、口答えできねえ。俺たちはそこまでやってない。そこまで到達してないから。そのマーガリン見えねえだとか。僕が大会頑張ってる回数分、スマメイトのレート戦やってたりするじゃないですか、ガクトさんとか。はい。だからまあそういうところがバランス取れてるんじゃないですかね。どうなんですかね。でもまあヘローさんはそうだな、スマメイトよりかは大会に出てますよね。そうですね、レートはちょっとなんか違います？やっぱトーナメントがいい。いやまあレート戦もやれるときやりたいんですよね。ただ、まあ、大会もあるときは大会優先しちゃう。そっち行っちゃうと。まあわかる。まあ確かに。始めるタイミングがその日なくなっちゃうみたいな。なんかどっちの方がいいのかな。いやまあ俺はねやっぱスマメイト派で、ヘローさんは大会派。どっちの方がなんかオンラインの向き合い方としていいんだろうな。なんかこれはちょっと議論したいわ。なんか一長一短すぎるよ。どっちも出ればいいんじゃない？まあ俺らの質問でした、これが。はい。でまたあります。またなんとですね、まあちょっとスタッフの人たちとかからもなんか結構ヘローさんなんかヘローさんに聞きたいことがあるみたいなことが割とねあって、それも聞いていきましょう。ヘローさんはねいろんな大会とか参加してると思うんですけど、一番印象に残った大会っていうのはありますか？どっちのですか？オンオフ。まあオンオフ含めでいきましょうか。含め。1600
600回からの1ですからね。そうそう。その中でダントツナンバーワン印象に残ったやつ。それは悩むで。オフそれぞれでもいいですか？あ、もう、それぞれで。全然。まあ、オンラインだったら、まあ、いつかあったタミスマ夏祭りのありましたね、タミスマ夏祭り。決勝でリゼアスさんと戦ったとこですかね。リゼアスさんだ。注目プレイヤーリゼアスさんとの。はい、楽しかったですよ。楽しんでるしかも楽しんでる。それっていつでしたっけ？1年半前。なんかコロナが結構始まって、なんか一番最初の夏祭りだったかな、2回目だったかな、なんか2回目か、だいぶ前だな、それも。なんかつい最近のことかなって思ったんですけど。もう出過ぎてだけどどんどん上書きされちゃってますからね。タミスマの決勝はやっぱ思い出に残る。特別。やっぱね、決勝戦ね。もう何十回も優勝してるヘローさんでもいまだに特別だと。優勝は嬉しいです、いつでも。なるほどね。でこれはまあオンラインの時の思い出だったんですけど、オフの思い出とかもあるんですか？オフか、まあやっぱ一番自分の成績が良かった大会を挙げたい。前スマトップとか、前スマトップの準優勝だった時ですかね。あの時なんかいろんなキャラ出てましたね。なんかスネークとかドンキーとか出てた気がするんですけど。出したかなあれなんか白雪さんと戦った時のやつってのは別？それはカガリビかな。多分もっと後の時ですね、白雪さんに。ラグビーでやったあれか。そうです。吉田さんとのアコーラ風に勝ってた時、あれそれは大会出過ぎ。いっぱいある。あれだ、ラグビー場でやった時のやつだ。そう、吉ドラさんとやった時の、会場がすごいってのもあって、そう、めちゃくちゃ印象的ですね。なるほど。ニエトノさんとウィナーズファイナルやった時のやつか。そうです。あの時そうか。ジンビテーションだとかぶってたのか。だから俺が出れてなかったのか。お二人はオデッセイかな。お二人オデッセイ。オデッセイの時？いや、オデッセイの時は違う前スマだったな。ちょっともういろんな大会がありすぎて。俺も出てないからなんかかぶってるんだよ。出てます。出てたんだ。いやでもなんか覚えてる。いや大会がいっぱいありすぎてね。あるんですよね。もうだいぶ1年前とかの記憶が去年はちょっと薄れてるんだよな。濃すぎてさ。忘れてるのもあったりしますよ、やっぱ。でもそのヘローさんの中で印象的だったのがもうそれだと吉田さんとの最終決戦だと。自分の結果が良かった大会はね、嬉しいよね。そう、ベストなんで。結構直近ですね、思い出に残った試合。なんか最近本当にどんどんヘローさんが躍進しているっていうのをなんか感じ取れるな。なんか結構上げられてる試合がね、なんか印象に残った試合が最近だったとかなんで、なんかヘローさんもだいぶ本当にでっかくなったなっていうのを感じる。ありがたいことですよ。じゃあ次の質問いきますか。今回のカガリビあると思うんですけど、戦いたい選手、海外選手がねやっぱいっぱい来ると思うんで、結構その中からあるのかなと思ったり、今スパーゴとかリドレス、ダバーズ、コスモス、リーマー、エタリティ、助けてセンド、ミュートエース、ゾンバ、結構いますよ。いろいろいますね。なんか戦いたい選手とか。あの選手はいるんですか？ミスター R さん。ミスター R いると思う。ミスター R もいます。そう、ミスター R とスパーゴ戦いたい。ミスター R とスパーゴ。ミスター R はなんかウェーブで会いました？会いました、いましたよ。挨拶的な軽い感じで戦ってはいない。まだなんか帰るところだったんで。なるほどね。ミスター R ツイートしてたね。してた。なんかそのファンみたいな。そうでマルスが好きだったみたいなツイートを見た。そうです。ミスター R 喜んでたよあれ。よかった。その昔からのそのファンボだったんですか？そうです。もうスマブラ X の頃からもう動画を見てて、いろんな有名プレイヤーの海外プレイヤーのその中の一人がミスター R で、もうかっこいいじゃないですか。
かっこいい、まあかっこいいですねミ。スター R は顔もレジェンかっこいいし、ドですからプレーもかっこいいし。それに憧れましたね、あの頃は。はあ、憧れのプレイヤーとも戦いてえと、かがり火という場で。はだからスパーゴも憧れ。スパーゴ今作から知りましたね。もうスパーゴはもうなんかクラウドと戦いたいと、スパーゴのクラウドというものと。戦ってみたいですね。まあやっぱみんなもね見たいって言ってますからヘロースパーゴ。ヘロースパーゴが。そう俺も見て。いやただちょっとホヒカが出てきたらちょっと怖いけど。まあそうですね、願わくばクラウドと戦ってほしいな。クラウドと戦ってるの見たいから。その辺も俺らも楽しみだし、ヘローさんも楽しみと。当たるようにかがり火の人適当に操作しといてください。トーナメントやるといいなぁ。僕大体上に上がる前に死んじゃうからな。いやそんなことはないですけどね。上に上がってきてますけどね。まあ上がってきてますけどね。スタッフからの質問はまあ以上ということになるんですけど、次、はい、まあコメント欄からちょっと聞きたいこと抜粋していきたいなと思うんですけど、みんなヘロさんに聞きたいことあるっしょ。書いといて書いてもらってる間にですね、逆にヘロさん僕らに聞きたいことあります？確かにちょっとね今聞いてきただけだからね俺たちが。何でもいいんですか？どうぞ何でも。何でもいいのか。何でも。ガクトにだったらこれでもいいよ。これって何？金？金はやめとけ。そうだな、まあガクトさんじゃあ、はい、次やる変なゲームは決まってるんですか？まあ今やってますよ変なゲーム。ね Q っていうなんか Q やってるよね。謎解きのなんかスマホでもあるんですけど、そうそう頭使ってなんかこうお題をクリアするみたいなゲームやってるんですけど、そう基本的に僕バカだからマジで全然クリアできなくて。だからヘロさんやりましょうよ、スイッチであるんで。やってみたいですね。いやマジで腹立つんであのゲーム、もうほんとイライラするけど吐くほど楽しいんで。そうやったらアーカイブ見ます。やったぜひそっちもやったら僕もアーカイブ見ますんで。そう思想愛だ。じゃあ T に対するなんか質問があります？ T さんか。ない。いやでも急に言われたんで、でも T さんはカズヤは僕に出さないでください。それは要望ですよね。それは質問とかじゃなくて願いただの。じゃあ出さないでって言われたけど出さない。じゃあはい出してくれたらしい。要望じゃなくて質問の方はまあパックマンずっと使ってるじゃないですか。はいパックマンでまあその次にカズヤってキャラはもっと増えたりするんですか？なるほどね。確かにね、3キャラ目ってこと？ヘローさんも3キャラぐらいは使ってますからね。そうですね。 T も3キャラ目。いやーカズヤが重すぎてさマジでだいぶハイカロリー、マジで高カロリーすぎてマジちょっと1週間とか使わなくなるとすぐすねちゃうから。そうなの？意外と繊細なのね。マジで繊細な子だからかまってやんねえとカズヤに。しばらくはちょっとカズヤにはちょっとかまってやろうかなっていう。じゃあ2キャラでいくんだ。まだまあ正直3キャラとか使う人の方がねちょっと怖い。だって脳がぐるぐるしちゃうもん。よくいろんな使えるんだなって思うヘローさん。だって俺とかはカズヤ大会で使い出して1年とかもう経つけど全然まだまだ財布出ないし大会で。そうなんだ。全然財布な気がする。その日の調子次第だねマジで。運ゲーやってる今だね。運ゲーカズヤ出すとき、今日は頼む財布出てくれよって言ってるから。よく見ますよこうしてるの。いやそれはいいところだけ切り取られてるだけだから。そうなんですか。悪いところもちょっとあるからカズヤ。そこもねまた魅力的なんだけどね。まあさ質問の方がねだいぶ溜まってきたんで、じゃあちょっと適当に抜粋してみます。やりますか。差し入れで嬉しいものもらったら嬉しいものなんですかって来てます。確かに気になる。ヘローさんも結構大会とかで差し入れもらいます？いただきますね、優しい人たちから。これもらってうわ嬉しかったなみたいなのあるんですか？やっ
カービィのグッズとか、カービィグッズ。ぬいぐるみとかもらうこともあるんですよ。結構その食べ物よりとかじゃなくてグッズなんだ。食べ物もそうですね。僕ウーロン茶が好きなのでウーロン茶もらったら嬉しいです。ウーロン茶これはね、なるほど。いや、そう、皆様、ヘローさんに差し入れするときはこの2つ、カービィ、ウーロン茶、このセットよ。覚えとき。この2つ持ってったらマジ間違いないから。間違いないから。逆になんか、逆には聞かなくていいか。逆にはいい。いや、ちょっとなんか困る差し入れとかあるじゃん。いや、それは困るよ。そんななんか、タバコとかヘローさんに持ってっても困るよ。ダメだよ、タバコとか持ってタバコは俺にね、よろしく。タバコ余ったらガクトに持ってこよう。ヘローさんの好きなカービィの色。色ですか？はい。ピンクですよ。ピンク。やっぱ認めないとオリジナル以外。なんだかんだはピンクですね。ヘローさんはやっぱピンク色のカービィが一番好きと。普通のピンクが可愛いです。確かにヘローさんのイメージカラーもピンクみたいなもん。今日ピンクの服着てるしな。今日ピンクの服だし。そうなんですよ。カービィ原理主義者だったな。ヘローさんにやっぱこうね聞きたい。タミスマが終わってしまうことについて。視聴者からすごいいい質問をいただいたんですけど、やっぱすごい継続的にね。ずっとヘローさんタミスマ出てたわけですから、何かタミスマ終了についてサメキさんにねぎらいの言葉なり自分の思ってることなりをちょっと。そうですね、終わっちゃうって聞いた時は悲しくなりますね。だからみんなずっと好きで出てて、そうですね、優勝するために頑張ってる人も多くて、ちょっと俺もタミスマでねちょっと育っててもらったみたいなとこあるから。でも悲しいっていうのも一個あって、ここまでねもう500何十回もやってくれたやってますね。もうありがたいですよね。ありがたい、本当に。どんだけやってくれて。どんだけスマブラ会話に貢献したんだってぐらい。そこがすごいわけですよ。ありがとうだよね。ありがとうございます。ヘロさん、タミスマ70回優勝してんすか？そうなんですよ。いや、そりゃね、70回優勝したヘロさんがもうなんかこうプレイヤーを代表してなんかこう言う権利が一番あると思う。なんかこうね、サメキさんにありがとうっていうの一番響くと思う。これがサメキさんにありがとうございます。本当サメキさん、ヘロさんもなんか一番タミスマに貢献というか一番なんかそうタミスマを頑張ってきた男がこうおっしゃっております。見てくれますかね。ありがとうございます、サメキさん。ありがとうございます。そうか、70回優勝してんだ。恐ろしいな。恐ろしい。でも俺たちじゃ到底届かねえよ。っていうね、これもこのなんかあったけえ話をちょっと最後に据えたかったということでね、お時間の方がそろそろ参ってきたということで、さあという締めのトーク入りましょうか。はい、エンディングいきましょうか。いやヘローさん、マジでヘローさんのことをやっぱこの配信が始まるまで正直何も知らなかったっす。そうなんです。そうね。機会がないですもんね。そうでもこの配信でヘローさんがどういう人間なのかっていうのをマジで垣間見えたというか本当に分かりました。マジ時間あっという間だったね。つかもう1時間半経ってんだ。もうちょっとね締めなきゃみたいな言われてるから。そうマジか。聞き入っちゃったね。いやなんかでもまだまだねヘローさんのこと知らないこといっぱいあるから、これはマジで僕が個人的にオフ大会行った時に聞きます。もうぜひ仲良くしてください。いやどうでしたヘローさん今回出て。いや面白かったです。ありがとうございます。なんかいろんな質問してくれたり、僕もガクトさんと T さんがどういう人なのかなんとなく分かったり。あざっす。やっぱかっこいいなって思います。いや次会うときはヘローさんもっとこう対等な目線で話してほしい。なんかどうしてもヘローさんが話すごとにヘローさんがどんどん下手に出ちゃってるから次敬語禁止だから。そう次はもう同じ目線でまた話したい。同じフィールドでね。いや本当ヘローさん今回出てくださってありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にヘローさんこういうなんかトーク的な番組あんまり出ないからもしかしたら断られるかなって思ったんですけど、本当に快諾してくれて本当に感謝です。
いやーマジでじゃあ次ねかがり火いや前スマ出ますよねヘロさん。前スマ行きます。うん、じゃあ前スマでまた会いましょう僕ら。はいはい本当にありがとうございます。ありがとうございました。はいということで皆様ガクトの部屋ゼータブロストーク第2回、ゲストの方ですねヘロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうた。ございました。では皆様さようなら。濃密すぎた。ヒロさん可愛かったね。あんまり変わんなかったなリアルで話す時と。なんかね結構そのカメラが映ってるとさなんかこうねまた違ったなんか人格みたいなのが出るかなって思ったらまんまだったわ。そういう人もいたりするけど。ヘローさん来ていただけるとはまずさ僕らも思ってなくて、急にね、声かけて、そう急に声かけて。てどうだって思ったらなんかね本当に開拓してくれたのすげえ嬉しかった。前代未聞よ。そうマジでヘローさんの話本当聞きたかったからさでね仲良くもなりたかったしなんかこれでまた一仲良くな歩そう近づけたかもしれない穏やかな人みたいなのはイメージ通りだったね。そうね、配信とかでもそうだし。声も優しい感じだしね。かに次回のゲストハードル上がるっつうかさヘロさんがささっき楽屋裏でさずっと言ってたじゃん。いや1回目シュートンさんでなんか2回目僕大丈夫かなみたいな。いや全大丈夫だよ。然そう全然大丈夫だかって思ったけどこれは第3回目の人もだいぶね1回目シュートンさんで2回目ヘロさんで3回目僕みたいなこれ回を増すごとにもしかしたらどんどんハードルが上がっていくのかもしれない。ガクトの部屋第3回のゲストが待たれるね、これは。ということでね今回のガクトの部屋いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。皆さん楽しんだで、ハッシュタグね、感想。あそう感想をねゼそうハッシュタグゼータブロでぜひ感想を送ってくれるとスタッフが喜びます。スタッフで別に僕もね、は見るんでちゃんと。そしてなんとですねちょっと告知の方がございます。まだ詳細は言えないけどなんでしょう。ちょっと5月3日開けといてくんね。なんだこれ。ごめん何も言わずにさ5月3日有給取ってほしマジで、5月3日でもゴールデンウィークじゃない？い。いや働いてる人もいらっしゃいますから5月3日、ちょっとね、働いてる人は有給取って、ゴールデンウィークの人はもう予定は絶対入れないよ。そう時間だけ教えてくれ。いや時間は丸々一日中。一日開けといてくれ。一日中開けといてもらえたら、こっちも助かる。頼む。今俺たちは口を紡ぐことしかできん。これマジで、ってなってるから今、口チそうャックされてる。今縫い付けられてるからちょっとぜひ5月3日どうかもう夜7時からとかじゃなくてもね、そう一日。前日開けといてほしいなんでそれも含めて全部感想ハッシュタグゼータブロで送っていただけると、幸いでございますまあ僕のチャンネルにですね前回の上がってたね。翻訳済みの動画がですね上がってます。シュートンの、ジャパニーズわかんないっていう人がいたら見てください。イングリッシュオンリーマンもそう OK。イングリッシュオンリーすぎてシュートンってマジどういう人間って豆腐屋みたいななんかそういう人がいるかもしれないので翻訳済みの動画がですね僕のチャンネルに上がっているのでぜひ字幕をオンにして見ていただけると幸いでございますということで、はい、今回のゼータブロストーク、ゲストはヘローさんでした。皆様見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。次はですねティータイムの時間ですので詳細な日程はまだまだなんか追って連絡いたしますので、とりあえず僕のツイッターの方でね、はいはいはい告知すると思うんで、ツイッターのフォローしていただければとそうですね思います。まあとりあえず何が言いたいかっていうと2023年5月3日開けといてくれととりあえずね、上げといてほしい。はい私がマジ重要だから。そう私が言えるのはこれだけでございます。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、また、会いましょうそれではさようなら。